雨月物語。無王の利魚。延長の時代、三井寺に講義という僧がいた。絵の名人として評判であったが、常々描くところは仏像、山水、花鳥などではなかった。寺の勤めの合間に琵琶湖の漁師に銭を与え、取った魚を買い求めては元の湖に放ち、その魚が泳ぎ回る様を見て描くうちに、その技は精細巧妙の域に達したのである。ある時、絵を描くことを一心に念じ、思わずも睡魔に襲われ、うとうととまどろんで、湖水に入り、大小さまざまな魚と共に遊ぶ夢を見た。目が覚めればすぐさま、夢に見たままを絵に描いて、それを無王の利魚と名付けた。人々はその絵の巧妙さに感心し、欲しがる者が殺到していた。講義は花鳥山水の絵は求めに応じて与えたが、利魚の絵はひたすらに惜しんで手元に置いていた。そして戯れに、殺生をし、魚を食する俗世の方々には、奉仕の飼っている魚を差し上げるわけには参りません。と言って、その絵も冗談も天下に知られるところとなった。ある年、講義は病にかかり、7日間寝ついた後、たちまちに目を閉じて息絶えてしまった。弟子たちは嘆き惜しんでいたが、ただ胸のあたりにまだ少しぬくもりがあるので、もしやと思い、その様子を見守っていた。そして3日が経つと、手足を動かしたと思うや、たちまちに長い息を吹き返して目を開き、まるで目覚めたように起き上がって、わしが意識を失ってから何日が経ったと尋ねた。弟子たちは答えて、和尚様は3日前に息絶えました。お見舞いの者たちも集まり、葬儀のことなども話し合っていたのですが、和尚様の胸のあたりがまだ少し暖かかったので、こうしてお守りしていたところ、息を吹き返しましたので、葬らなくてよかった、と喜んでいたところでございます。と言った。それを聞くと講義はうなずいて、誰か檀家の平之助の屋敷に行って、こう伝えてくれ。講義が不思議にも生き返りました。お宅では今、酒を汲み、刺身を作っておられるが、しばらくその宴を中断して、寺においでいただきたい。世にも珍しい話をお話しいたしましょう。そう言って、あの人たちを見てみなさい。今わしの言った通りだろうから。使いの者が不思議に思いながら、かの屋敷に行って、講義からの伝言を伝え、その様子を見ると、まさに和尚の言った通りであった。屋敷の人々もこの話を聞いて、大いに不思議がり、すぐに橋を置くと、一同で寺にやってきた。講義は枕から頭を上げていった。
まあ試しにわしの言うことを聞いてくだされ。あなたはあの漁師の分子から魚を買うたことがあるでしょう。と尋ねると、平之助は驚いて、確かにそういうことがありましたが、どうしてそれを知っておられるのですかという。講義は続けて、あの漁師が大きな魚をかごに入れてあなたの家に入ったとき、あなたは弟さんと囲碁をしていた。あなたは漁師が大きな魚を持ってきたのを喜んで桃を与え、その上杯を与えて飲ませてやった。やがて料理人が得意顔で魚をまな板の上に乗せて刺身にした。どうですか、わしの言うところと少しも違わぬでしょう。こう言うと平之助たちは大いに驚いて、なぜこんなにも詳しく知っておられるのかとしきりに尋ねた。そこで講義は語って聞かせた。わしが病に苦しんでいたとき、死んでしまったとも知らず、熱を冷まそうと杖をついて外へ出たが、病にかかっていることも忘れ、気分が良くなって、まるでかごの鳥が大空に羽ばたくような心地になった。山となく里となく進んで、湖畔の水の青さを見るや、夢心地に泳いで遊ぼうと思い、衣を脱ぎ捨て水深くに飛び込んだ。わしは泳ぎが得意な方ではなかったが、自由自在に泳ぎ回って楽しんでいた。しかし人が水に浮かんで泳ぐのは魚のようにはうまく参らぬものだと、魚を羨ましく思った。すると一匹の大きな魚がやってきて、和尚の願いはたやすいものです。少々お待ちくださいと言って、冠をつけて相続をまとった人を連れてくると、その人がわしに向かって、湖の神の仰せがありました。老僧は金がね、生き物を救う功徳を多く積まれ、今こうして魚のように自由に泳ぎたいと願っておられる。ですから金利の衣を授けて、水の中を自由に泳げるようにして差し上げましょう。ただ餌に惑わされて釣り糸にかかり、身を滅ぼすことのないように気をつけてください。と言って姿を消したが、己の姿を見ると、いつの間にか金色の鱗が生えて一匹の鯉になっておった。わしは尾を振り、ひれを動かして心のままに泳ぎ回った。長山おろしに立ち騒ぐ波に乗り、志賀の浦の渚を歩く人の裾に驚いて、平さんの影が映る深い水底に潜って身を隠そうとしたりした。夜になれば片田のいさり火を見て
体が自然と引き寄せられるのもまるで夢心地のようだった。湖上に映る月は鏡山の峰に澄み渡り、港をくまなく照らしていた。沖ノ島から竹生島まで泳いでいくと、波に映った朱塗りの玉垣には驚かされた。伊吹山の風に送られて渡し船が漕ぎ出すと、足の間でまどろんでいた眠りを起こされて、矢橋の渡り船の貝から身をかわし、瀬田の橋森に何度も追い立てられた。日が暖かい時には水面に浮かび、風が激しい時には水底で遊んだ。そうして腹も減ってきて、あちこち漁ってみたが食べ物を得ることができない。無我夢中で泳いでいると、分子が釣り糸を垂れているところに出会わした。その餌が大層香ばしい。しかし湖の神の戒めを思い出して、わしは仏に仕える身である。少しの間食べ物が得られぬからといって、どうして浅ましくも魚の餌を食うことがあろうかと、そこから立ち去った。だが時間が経つにつれ、飢えがますます激しくなって、もう辛抱ならん。たとえこの餌を飲み込んだとて、おめおめと捕まってやるものかと。それに分子は知り合いだ。何の遠慮もいらんだろう。そう思ってついに餌を飲み込んだ。分子は素早く釣り糸を引き上げてわしを捕まえた。わしは何をするつもりだと叫んだが、分子は知らぬ顔でわしをカゴに入れてあなたの屋敷に持って行った。わしは、皆さんこの講義をお忘れですか。許してくれ、寺に返してくれとしきりに叫んだが、皆知らぬ顔をして立派な魚だとただ手を打って喜んでいる。やがて料理人がやってきて、わしの両目を左手で強く押さえ、右手に研ぎ澄ました包丁を持ってまな板の上に乗せ、切ろうとしたとき、わしは苦しさのあまり大声を上げ、仏に仕える僧を殺すことがあるか、助けてくれ、助けてくれと叫んだが、誰にも届かず、ついに切られたと思ったところで目が覚めたのだと語った。人々は大いに驚いて、和尚の語ったところを思い返してみると、和尚が叫んだというたびに魚の口が動いたように思いましたが、声を上げることはありませんでした。全く不思議な話です。と言って使いを家に走らせて、残った刺身をすべて湖に返させた。公儀はその後病気を治して天寿を全うした。その終焉にこれまでに描いた離魚の絵を数枚
湖に散らしたところ、絵の魚が紙から抜け出して水中を泳ぎ回ったということだ。それゆえ講義の絵は後世に残らなかったのである。その後、弟子の成光という者が講義の入信の妙義を受け継いで名声を上げた。官員代理の襖に鳥の絵を描いたところ、生きた鳥がそれを見て蹴ったということが古今著文集という昔の本に残されている。